では皆様、何か、質問はありますか？ぜひ、どんな声が結構ですから。読みしたい。じゃあまあ、私から。最近の邦画って日本映画についてどうお考えですかっていうのが一つと、そこに、これはまあ両方なんですけども、シンガポールの映画業界の今の、ダイナミズムとかそういうところを含めてですけれども、学ぶべきところがあるのか、逆にシンガポールが日本映画から学べることはまだあるのかという質問をさせていただきます。非常に素晴らしい質問で、答えるのも結構大変難しい質問だと思うんですけど、まず日本の映画の現状みたいなところからお話したいと思うんですけど、今おかげさまで日本の日本映画ですね、これまだすごい本数多いんですよ。300本400本です年間。それでシェアも 50% 超えてるんですよね。だけども一つ大きな問題がありますが、その映画制作にあたってプロダクションコミュニティみたいなのが作られるんですよ。テレビ会社から来る、要するに出資者のコミュニティです。映画会社、出版会社、そうしていろんなインベスターとかですね。となると監督が作りたい映画、これはなかなか難しくなってくる。要するにコマーシャリーサクセスはノートなんです。だから日本の映画は例えばテレビとか漫画で非常に高い支持を受けたのを映画にする、ある意味非常にイージーゴーイングですよね。そういうような映画がどんどん増えてきてる。だからハリウッドと同じようなもんですよ。もうマーケティングをやって徹底的に、それからペトリオティックな映画を作ってボックスオフィスを開ける。これと同じようなんですよ。ところが私申し上げたいのは是枝っていう日本の映画監督がいます。彼今年のカンヌでパームの撮ったんですね。ところがその映画を作るにあたって政府からサブシディをもらってるんです。そして作った映画は、日本語で言うと万引き家族でなんだっけ、ショップゲットですね。そういう内容なんですね。だからある意味で日本のダークサイドを描いてるんですけど、極めて素晴らしい映画なんですね。ところが政府からお金もらってて、なんでお前日本のねダークサイドやってるのそれに対して是枝は反論してるんですね。いやいや、君たちの言ってることはよくわかる。だけれども僕は政府が言ってるような大きい物語ですね。日本は素晴らしいとかジャパンで出てくるみたいなね、そういう映画を作りたくない。小さな物語ですね。スモールストーリーです。これは例えば家族との関係とか恋人カップルの関係とか、そういう中で起こってくるストラグルみたいな、そういう小さなストーリーっていうのが組み上がっていけば、日本というのがどういう国かっていうのが分かるんじゃないか。だから政府が言ってるビッグストーリーじゃないスモールストーリーを僕はこれからも作っていきたいというのを言っています。だから僕は今の日本の現状っていうのを非常によく表した言葉だと思うんですね。やっぱりコマーシャルサクセスが一つの考え方、そういうジャンルがあっても僕は構わないと思います。だけどもう一つはやはり今いろんな問題が日本はあるわけですね。シングルマザーの非常に苦しい問題、それからやっぱり所得がどんどん開いちゃうというような部分の中で起こっているソシャルイシューっていうのを決してそのプロパガンダみたいにですね、声を大きくして言うんではなくて、その家族の中での話みたいな形の中でみんながちょっと考えてみようというような映画がやっぱりこれからも作り続けられていくと思うので、その辺はいいな。そして僕は思うんですけど、僕はやっぱりシンガポール映画から学ぶ点っていうのはやっぱり明るいんですよ。実は僕がPhD 取る時に NUS の先生にすごい
サジェッションもらったんです。その先生が実はすごく僕は今でも覚えてるんですけど、シンガポールで映画を作るっていうのは、一つは当然のことにアーティスティックなケーパビリティだけどあれですよね。それとリアリスティック、それとネゴシエーションができることですから、プラグマティックでリアリスティックでアーティスティック、これが全部揃ってないとこの国では映画監督やれない。やっぱり僕、おおと思ったんですね。これは大きい勉強やと。要するに日本はまだでもなんですかね、1億人以上、1億人いるわけですよ。人口もポピュレーションも大きい。だからそれなりにいろんなインベスターもいるし、いろんな考え方を持ってる人がいる。だから少ない予算で作ればいいんですけども、映画って作り続けていけることができる。でもこの国ってやっぱり小さい部分っていうかスモールポピュレーションがあったとすれば、どうやって自分は生きていくか、生き延びてサバイブするか、一生懸命考えない。その時に、いや僕は芸術家ですからそう言ったらダメですよ。だから僕はシンガポールから学んだっていうのは、そういうその若い映画監督の人たちが非常にリアリスティックでありながら、そのアーティスティックなアンビションですね、それを持ってこういう苦しいというか大変ですよね。本当にファイナンシャルにもいろんな意味でタイトなこの国で明るさを失わない、非常に明るい。これはやっぱ僕にとってはこの12年毎年このベイに来て映画の関係者と会っている時に感じるというようなことをちょっと他に分かりませんが、逆に、日本から学ぶべきものは別にないですよ。いやそんなことはなくて変な言い方ですけど、いや面白かったのは去年の終わりにもですね、シンガポールの若い監督がまだ32歳ぐらいですかね、彼来た時に、我が家ですき焼きパーティーやったんですよ。そういう時に僕はやっぱりすごい面白いなと思ったのは、彼のメールアドレスって何々oz.com なんですよ。要するにオズやし、有名なもう亡くなられたオズ監督なんですよ。お前がオズって知ってんのかって言ったら、そうじゃない、僕は大ファンだ。あの人からカメラアングルとかそういうものを全て映画を見て学んだってわけですね。別に学校で彼はされたんだけども、勉強して教えてくれたわけじゃないんだけど、自分が映画を見て勉強した。だからまだまだ僕は言い方変ですけど、そして今は黒沢清ですよね。あのシリーズ全部買って DVD の買ってシンガポールに戻りましたけど、まだまだとりあえず僕たちがそういう勉強してもらえるマテリアルがあるな、少しホッとしたことがあります。大丈夫だと思います。